全然未完成。本当にここまで全部重要な頭が全くないで、ここってGQ ジャパンご覧の皆さん、こんにちは。愛のボーカルのレオです。タトゥーツアー、今日は俺の人生とともに刻まれたタトゥーを紹介していきます。笑い飛ばしてください。初めてバンドがデビューして、その当時組んでたバンドのファーストアルバムのタイトルをこう入れましたね。ココペリって平和の象徴なのに槍持たせてくれとか、もうこの時からちょっとよくわかんない感じが始まっていくんですよね。最初のタトゥーって意味あるもの入れたいなとか思ってたんですけど、今となってはその頃の心意気はどこへ行ったのやらって感じでめちゃくちゃになってきましたけど、自分への誓いっていうのもあったんで、それは人に見せるもんじゃなくて自分さえ分かればいいなと思ってここにした記憶があります。これね、スキルルールズエビティングアラウンドミーってジンジとフリースタイルバスケットボールやってる仲間がいて、そいつとあとリーダーって2人いるんですけど、フリースタイルバスケの。でそいつらとずっと遊んでて、そいつらが言って掲げてるその言葉がウータンカランの、ね、クリームから遊んで、俺の周りではスキルが全てって、こういろんなバスケだけじゃなくて映像撮ってるやつとか音楽やってるやつとかいろいろいたんで入れましたね。戻すことできないじゃないですか。やっぱやめたができないし、俺アベドンってカメラマンが好きなんですけど、一生覚えられなかったんですよ、名前が。それが困るからもう入れてくれっつって入れたら、別に見なくても覚えてるんですよ。これを見てアベドンだじゃなくて、入れたらもう見なくても覚えれるっていう、バカだなと思いながら、けどなんか笑えていいなと思うし、これがね一番ある種ひどいんですよ。変なおっさんがここにいるんですよ、一人。これリー・ペリーなんですけど、韓国の大好きになったタトゥーアーティストが初めて来た時に、であっちが僕のこと知ってて、アリのボーカルだしワッコマリアにいるってことも知っててくれて、もしよかったら入れさせてくれって言った時に、じゃあリー・ペリー入れてくれよっつって、でリー・ペリー本人ともリー・ペリーの息子とも仲いいんですよ。5時間ぐらいかかって、この箇所だけ5時間やってると超痛いんですよ。もう終わったっつって、じゃあ次また 2,3 週間後やろうっつったらコロナとか来ちゃって、で外国の人だから1回帰るっつって帰っちゃったんですよ。で日本なかなか来れなくて、すぐ終わると思ったら 3,4 年このおっちゃんが、怖いおっちゃんがずっとここにいるまんまなんですけど、愛情が湧いてきちゃって、全然未完成。本当にここまで全部、よりによってここだけなんで、体はないんですけど多分ひげが来て煙がこう来るんですよ、リー・ペリーの。重要な頭が全くないで、ここって俺ボブ・マーリーめちゃくちゃ好きで、好きなアーティスト3人挙げろって言ったらやっぱ1番2番好きなんですよ。自分がボブ・マーリーを入れちゃうとボブ・マーリーにはなれないんで、リー・ペリーってボブ・マーリーの先生なんですよ。だからその先生を入れよう。でリー・ペリーのやっぱ唯一無二のサウンドっつうか、その狂気性っつうのは本当に最高なんで、リー・ペリーですね。ボブ・マーリーってけどやっぱその男としてはなんか一生かけても目指していいぐらいの人間っていうかだと思うんで、なんかその人を入れちゃうとなんか絶対にその人以下になるなって思っちゃったんですよね。それはですね、僕の胸の上か肩ら辺にある愛する、奥さん藤井秀香、付き合いたての時に入れて、で俺が付き合いたての時にやっぱもう女遊びがひどかったんです。でその時に俺も2回目の結婚する気なかったけど、変われるのかな、顔のタトゥー入れればと思って知り合いの折しにお願いして作ってもらって、で結婚して文集が出たんですよ。もうめちゃくちゃ LINE ニュースずっと1位とか取ってるんですよ、その俺のタトゥーの話で。顔が似てないとか、こんなん入れて後悔するぞとか、その件数がメンバー捕まって活動を停止してたんですけど、そのメンバーが逮捕された時の4倍ぐらいこっちの方がコメントを炎上してました。タトゥーの彼女は常に優しいから、常に現実の彼女もこれぐらい幸せにできるといいなって、風呂に入るたびに身に染みます。ここに秀香が来たから、じゃあこの後こういうがこう見てるから子供を入れようみたいな。で双子をウエスタンハットかぶせて
おしゃぶりをロデオとかさ、ムチみたいにしたら面白いじゃん。それを一人で喋ってるんですよ。こんな絵があるんですよ。大好きなアーティストの友達がいて、お化けとか幽霊とかいろんな普通の人には見えない世界の人っているじゃないですか。すごい芸術的に溢れてる人ですごい大好きですごい支えてもらったんですよ。いろんなデビューした直後かな、22、3歳であったんですけど、でそっから5年ぐらい付き合って一緒に遊んでる中で、レオ君にね宿さなきゃいけないタイミングが来たから宿さしてっつって、で別荘行って描いてくれたんですよ。で気に入ってそのまんま耐えきれるまで入れられるんで、そのまんま彫りに行きました。絵描いてもらったのをその日の夜に行って彫ってもらいました。見えない力とかさ、そういうものが必要な時ってあるじゃないですか。パラダイス東京って店で働くことになったんですよ。いろんな縁があって、このパラダイスのフォント自体はバスキアがバード・オブ・パラダイスってテーマでやってるんですよ。チャーリー・パーカーをジャズ好きで、その字をそのまんま入れてます。ビバラムジカって首に入ってるんですけど、これはアリでメンバーの誕生日だったんですよ。でメンバーの誕生日でその堀氏が来てて、で俺が誕生日プレゼントに3人でおそろいに入れようっつって、アリでよく音楽万歳って掲げてるんですけど、それのなんかこうラテン語っていうかスペイン語で、実際このタイトルのアルバムが出たんですけど、でこういう名前で次アルバム作ろうと思うんだよねっつってメンバーに言ったら「いいですね」ってなんか「じゃあ彫るか」っつって彫ったんですけど、3人で入れたらずっと一緒に音楽やる感じだと思うじゃないですか。その 1,2 ヶ月後ぐらいにすぐ言うんですよ。もうやめたいとかきついとか。タトゥー入れたって何も変わんないですよ。大事なのはこっち、心だから。これ脇最近これ1日で5、6時間がかかったんだけど痛かった。これ実際この6人ぐらいいる状況の中で公開タトゥーっていうか、みんながいるから途中で痛いからやめてって言えなくて、なんとかノリで入れたんですけど、本当はこっちにももう1体来る予定なんですけど、なかなかちょっと怖くて。タトゥーって痛くないところないんですよ。絶対ある程度痛いんですけど、一つだけ不思議なことがあって忘れるんですよ、痛み。だからバカみたいにまた行こうかなって言ったりデザイン頼んで入れるんですけど、毎回もう熱出すし、記憶感ないね。脳ってうまくできてるよね本当。タトゥーはねやっぱ自分で選んで入れてるんで、正直社会に変わってほしいとか思わなくて、タトゥー入れるってその精神的な不良性の話じゃないですか。不良ってじゃあ何かっつったら人とか社会とかの正しさと自分の心が合わないことが不良だと思うんですよ。暴力をするとか強そうに振る舞うっつうのはその非行に当たる位置で犯罪を犯すと不良性なことなんで、それはやっぱ人と違うっていうのをこう受け入れた上で進みたくてやってるだろうし、入れても入れなくても心は変わんないはずなんですよ。だからそれで社会が変わるってよりも、それだったらやっぱもっとね、サウナにしてもタトゥーより先に変わんなきゃいけないこといっぱいあるんで、子供に優しい世界になってほしいなとか、おじいちゃんにも優しくなってほしいし、最後でいい、タトゥーに関してはタトゥーを許された時には結構みんな幸せだと思う。それを目安におのおのもっと優しく生きていきたいですね。じゃあそういう意味ではこういう風に話せるのめっちゃ楽しいですね。出る前は渋ったんですけど一回断ったぐらいですよ。俺なんか恥ずかしいからやめてくれてたけど、思い出が素敵ですね、人生は。僕のタトゥーはいかがでしたでしょうか。タトゥーにしろ何にしろ心が大事だってことが改めて分かったんで、ぜひ引き続き一緒に楽しんでいきましょうね。タトゥーツアー愛のボーカルレオでした。またお会いしましょう。